業務設計の具体の進め方についてお話をしていこうと思ってます。お客さんが思っているところって顕在化されている課題だけなんですよね。正すマインドを全社員で持つ SaaS ベンダーの営業者嫌でしょうね。ユーザー側はここまですべきだと思ってます。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と三角と奥島です。今日は後編ということで、なぜ3ヶ月後に使い始めたいシステムは定着せず失敗するのか、業務設計、システム設計を飛ばす企業が必ずハマる落とし穴ということで、前編では Y の部分をお伝えしてきたので、この動画では私たちフライクがやっている業務設計の具体の進め方についてお話をしていこうと思ってます。今日はお二人を呼んでいるのは業務設計プロジェクトの責任者として動いてくださっているので、具体の話もお聞きできたらなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速業務設計プロジェクトの中身、どういうふうなことをやってるかについてお話をしていきたいんですが、フライクの業務設計プロジェクトではシステム導入の前に組織全体の構造と業務の流れを徹底的に可視化します。ここで時間をかけることで何のためにシステムを入れるのか、どんな業務フローにすべきかが明確になり、導入後の定着率が劇的に変わりますと。ただ、この動画を見てる人は多分まだ違和感を持ってる人なんですよ。業務設計についてね。やりたいけど、ちょっとお金もかかりそうだし、時間も長いな、みたいな人もいるんですけど、お二人入ってまだ入社の月日は違うものの、プロジェクトを回してくださってるっていう観点だったら経験値は十分に積んでいると思うんですけど、フライクの業務設計をやりたいなって思ってる人に対して、一言で後押しをしてもらいたいんですけど、結局早いですよ。なるほどね。おそらく一部分を見て、そこに対して手当てをしたいっていうのがきっかけだとは思うんですけれども、それを紐解いて前後を見ていくと、あれ、ここもああだな、ここもああだなっていうのが後から出てくると、結局手戻りになってしまって、設計し直しましょうとかになってしまうと思うんですよね。で、永遠に終わらないプロジェクトが発してしまったりすると思うので、結果的にやった方が早いですよ、かなと思います。これ以上の回答でき、一言一句その通り。全く同じ。左に同じ。喋りすぎました。すみません。僕も元より長いなと思って。一言言うたら。じゃあ業務設計プロジェクトを今からやりたいなって思っている人たちに対してしっかりその価値を届けていきたいなと思ってて、業務設計プロジェクトで実施する6つの項目っていうのがあって、お二人はね、いつも知ってることなので、っていう感じだと思うんですけど、まず1つ目がビジネスモデルの理解から始まります。次に2つ目ということで、組織構造と権限。3つ目、既存システムとデータ管理。4つ目、業務課題とシステム導入の目的。5つ目が各領域の現状業務フローと理想的な業務フロー。6つ目が全体統括っていうところなんですけど、おそらく業務設計プロジェクトっていう名前が先行してしまって、4番目の業務課題とシステム導入の目的とか、5番目、各領域の現状業務フローと理想的な業務フローをすることをイメージするお客さんが多いなとは思うんですけど、実際にプロジェクトの何回目かな ?3、4回目まではそれしないじゃないですか。実際にこのビジネスモデルの理解からお客さんにヒアリングをかけていくと思うんですけど、実際にビジネスモデルの理解をするためにお客さんに売上の仕組みとか省流とか価格利益構造話を聞くんですけど、三角さんこれお客さん聞くときにどんな反応ですか？お客さん。よく聞くのは、なるほどね。うちってそうなってたんですねっていうのはよく聞きますね。お客さんがフライクに説明をしているときに綺麗にまとめて話をすると、他の部分がなるほどって言ったりするとか。そうです。自分の領域のとこってやっぱりすごく詳しいですけど、全体としてはこうなってたのか、そのうちのどこになってたのかみたいなのが参加してる皆さんも初めて実感できるみたいなことがある時がありますね。なんか僕たちからすると面白いなって思っちゃうけど、お客さんのことをしっかり知らないタイミングで IT ツールなんか提案できないからね。なのでこのビジネスモデル理解ってめっちゃ大切だと思います。じゃあ次に2番目の組織構造と権限なんですけど、意外と僕企業さんの中で組織図ありますかって質問すると、ない企業さん多いなっていうふうに思ってて、ね、なんで組織図を聞くかっていうと、その物を製造する部隊と販売する部隊がちゃんとあって、KPI、その数値の目標値みたいなところって分かれてるはずなんですよね。なので、物が動くのと同じで、業務って前の工程の人がいて自分たちがいて後工程の人がいるっていうなると、組
織図を理解していないと、組織全体のその物の流れとかお金の流れとかがわかんなくなっちゃうんですよね。なので、ちゃんと組織体制っていうのは聞いていく。その1番と2番が分かったタイミングで、初めてシステム、何のシステムがどこで管理をされてるんですか？じゃあ、その今の4番目で現状の課題をさらっと教えてください。深くは聞かんけどねって4番目でさらっと聞く。ここで4番目っていうのはお客さんが思ってる課題です。ただ僕たちは当事者でもないし、その課題が本当に課題なのかっていうのを理解できてないし、理解しようとも実はしていないっていうのもあって、お客さんが思っているところって顕在化されてる課題だけなんですよね。なのでその課題自体がなんで発生するかっていうボトルネックをなくしてあげないと、そこの課題はずっと永遠に発生しちゃうので、その潜在の課題のところまで聞くたびに実はさらっと聞いていきます。で、5番目のところでしっかり業務の流れを聞きながらヒアリングをかけていくんですけど、それで大切にしていることが、誰がどのタイミングでどのように行っているかっていうのをしっかりヒアリングをしていきます。で、その内容っていうのがサンプルとして用意をしておりまして、このサンプルを Excel で作ったんで、視聴者の方に無料でプレゼントをするっていう内容なんですけど、まず私たちフライクで言うとビジネスモデルの再定義とか、今後のビジネスモデル展開っていうのをやっていった時に、私たちフライクだったらこういう風なビジネスにやっていくよっていうのを自分たちの数時間で書いているものです。これを自分たちの数字に変えてもらっていいので、Excel で用意をしてます。あとは組織の課題とシステムの課題っていうのもしっかり用意をして、業務フローっていうのがこのセールス領域の大きな流れっていうのを書いてるんですけど、こういう風に大きな全体の業務の流れを聞いた上で、詳細にいつどこで誰が何をしてますか、どんなツールを使ってますかっていうのをずっと概要でヒアリングをしていきます。ここまでが業務設計のプロジェクトでやっていることなので、これを Excel で用意をしておりますので、ぜひこちらですね、無料サンプルを作っているのでダウンロードをしてください。結構ね、いいやつだと思いますよ。ですよね。ノウハウそのものですからね。本当に。ただ、しっかりとプロジェクトをしてもらって、システム成功率を上げたいので、業務設計のプロジェクトってこんなことやってるっていうのをサンプルとしてお渡しをしております。じゃあ続いて、この業務設計プロジェクトが終わったら、安心はできなくて、まだ本当に入れたかったシステムって入れてないじゃないですか。じゃあこの業務設計が終わったらすぐにシステムを入れるかっていうと、ノーなんですよね。この後はお二人ではなく、他のメンバーにバトンタッチをして、システム設計プロジェクトっていうのをしていくんですが、システム設計プロジェクトっていうのは大きく分けて3つの流れがあります。まず1つ目が利用する IT ツールの仮確定。業務の要件だったりとか課題を整理した上でこういう風な課題を解決したいっていうのが出てくるので、それに最適な IT ツールを一緒に選定していくっていうのがまず1つ目。で、2つ目がデータ構造システム連携図を策定していくっていうところで、企業の課題を解決するときに1つのツールだけでは解決することがほぼほぼ不可能なんですよね。1億とか数億のお金を出してくれるんだったら1つのツールでいいけど、中小企業 99.7% なので複数のツールを使わなくちゃいけないので、このデータはこのデータに連携しようみたいなシステム間のデータ連携っていうのを作ります。で、最後に利用 IT ツールの画面設計とデータ連携といって、システム設計書っていうのをしっかり作っていって、このボタンを押したらこういう風な画面が表示しますよみたいなことをやっていってます。実はその内容も無料でね、いい人なんで用意をしておりまして、これが私たちフライクのシステム設計書のサンプル。で、我々フライクはセールスフォースをメインで使っているので、セールスフォースを真ん中にして、システム連携組み立て図ではなく、オブジェクト図っていうのを用意をしています。じゃあ、その画面の設計って、例えばログインをした時の画面ってこんなんですよとかっていうのをシステム設計のプロジェクトでは実施していくんですけど、他にはオリジナルで画面を作っているので、この項目はここの項目から持ってきてますよであったりとか、ここの帳票に表示する項目はこういう風な内容で、これはどういう風な要件定義でできたんですよみたいなことを帳票系のデザインではしていきます。あとは自動化処理フローって言ってバッチ処理とかっていったところの処理もフロー図で書いたりしているんですが、こういう風なシステム設計書を用意をしておりまして、これを3ヶ月から4ヶ月の間でしっかりやっていくっていうのがシステム設計のプロジェクトでやっていることになります。無料サンプルですからね。すごいですよね。フルスクラッチで作るシステムだとこういうのあるじゃないですか。はい。セールスフォースとか SaaS でこれ作るってなかなか見ないかなっていうふうに思ってて、それがサンプルとしてゲットできるのはすごい改め
めていい人だなって思いました。でしょ業務設計、システム設計、分かったと。でももう少しね、価値を教えてほしいって思ってる、経営者の方とか、マネージャー層いると思うので、結論言うと7つ価値があるかなっていうふうに思っていて、1つずつお話をしていきたいなと思います。まず1つ目が、現在の業務、組織、課題を徹底的に可視化する。なんとなくこういうふうな業務をしていて、なんとなくこういうふうな課題があるよではなく、それをヒアリングをしている部署以外の人たちもしっかりと見てもらうことによって、一つの部署の課題が組織全体の課題として認識されるような動きをするのがこのメリットですね。二つ目は何が問題かっていうのを言語化できる。人が足りない、業務がいっぱいですって言うけど、じゃあなんでその人に仕事が溜まりやすくなっているのかっていうのをしっかり言語化できるっていうのが2番目のいいところですね。次に3つ目なんですけど、とある部署だけでシステムを入れるのではなくて、業務をしっかりいろんな人たちに聞いていくので、関係部署を巻き込んだ合意形成ができるんですよね。例えば、バックオフィスでこういう風な IT ツールを入れたいけどってなったら、営業から来るデータはそのままの紙とかだったら、全然バックオフィスの業務って効率化できないと思うので、関係者すべてを巻き込んだ合意形成ができるので、じゃあバックオフィスではこういう風な業務のするから、前工程の営業ではこういう風な情報をちょうだいねって言ったコンセンサスが取れるっていうのもすごくいいことだと思います。これ意外と思われるかもしれないんですけど、4番目、ベンダーと対等に話せる状態を作るなんですけど、仮にこの業務設計とシステム設計をしていなかったら、この IT ツール使いたいですって言ったら、高いライセンスで提案をされがちなんですけど、私たちの業務はこういう風な状態で、システムでこういう風な状況を目指します。だからこの人たちはこの IT ツールだけでいいんです。この利用が狭まっているので、この安いプランがいいんですっていう風なことを伝えれるようになるっていうのは、すごくメリットだと思います。そうされるとね、SaaS ベンダーの営業者嫌でしょうね。って感じですね。確かに合ってるけど、売らせてよってなると思うけど、力論で言うと、ユーザー側はここまですべきだと思ってます。で、5番目。これ、今の流れとすごく反対の流れにいってると思うんですけど、ノンコーディングとか、コーディングをあんまりしないような文化にはなってると思うんですけど、とはいえ、企業が前に進んでいくためには、開発をしないといけない部分もあると思うんですよね。ベンダーが用意している IT ツールだけではこと足りない時に、自分たちのオリジナル機能を開発する理由っていうのも、上申資料としても使えるようになるっていうのは、すごくメリットかなと思います。で、6番目、現場が思い通りの環境で使い始めれるようにするっていうのは、経営陣とかマネージャーとかがこの IT ツール使えっていう風にトップダウンで来てるわけではなく、自分たちの業務がこういう風になってて、こういう風な課題があるんで、こういう風な見栄えになりますっていうのが使い始める前から 60% ぐらいの完成度でイメージがつくので、使い始めるとここが使いづらかった。だから変えようみたいなこともできるんですけど、まず0よりマシですよね。っていうので6番目の価値がある。で、7番目っていうのが聞いていない、思っていたのと違うっていうのが起きにくくするっていうところなんですけど、なんかよくありません？現場で。使えって言われたから使ってるみたいな。それを避けれるのがこの7つの価値だと思ってます。なので、業務設計とかシステム設計っていうのは変革準備そのものなんですよね。なのでお二人が業務設計で as is to be 現状を聞いて理想を聞いてるっていうのは、実はお客さんからすると半年後、1年後にこういう風な IT ツールを使うんだ。だったら私の業務ってこういう風に変わるなっていうマインドの変革の準備をしてるっていうのが、実は業務設計とシステム設計で提案していることでもあるんですわ。急にどうしたんですかっていう感じで業務設計をやっていっていただきたいなと思ってるんですけど、ここまでお二人から見て、この業務設計、システム設計どうですか？さっきの価値のところで言うと、やっぱ7番の思ってたのと違ったっていうか起きにくいっていうのが、すごい大事かなと思ってまして、私も前職の SaaS 企業の経験とかだと、こういう機能ありますかって別に聞かれてないけれども、後々そういう機能がないことが分かってトラブルじゃないですけど、できると思ってた。いや、聞かれてないです。みたいなことも起きますし、全員不幸せになるなと思ってるので、準備をするっていうこの設計のフェーズはすごい大事だなと
改めて思いました。私も前職の経験で言うと、SaaS のプロダクトを提供する立場でもありながら、自社の業務フローをなんとかもう少し効率的にしたいなっていうふうに思ってたっていうこともあったんですけど、なかなか内側にいるメンバーだけだと、その改革は難しいなっていうふうに思ってて、自身の業務だったり KPI がある中で、これをやっていくのって、やっぱりちょっと難しいなって思ったところがあったので、それを完全に外に出した状態で進められるっていうのは、なかなか、やりたかったけど、そういったところができるサービスってあるんだっけってずっと思ってたっていうのはありますね。それが業務設計で提供できてるってことですもんね、そうですね。じゃあ最後に見てる方々にちょっとメッセージをね、問いかけていきたいなと思うんですけど、あなたの企業がシステムに投資する理由を再認識しようっていうちょっとドキッとする内容なんですけど、システム投資の意味見失ってませんかって言ったところなんですよ。僕たちがやっていることは、クライアントにしっかりシステムっていう武器を提供したいなと思ってて、もしですよ、この企業がシステムに投資する理由が分類ができるのであれば、僕はこの4つだと思ってて、1番と2番、なんとなく IT ツールを入れておこうって思って投資をする人、投資をする企業かな。2番目が IT 投資をしていたら何か改善されるだろうって思ってる人。で、この人たちっていうのは、実は IT ツールとかツールベンダーに上納金を支払ってるだけだなって、すごい湾曲して言うとですよ、思ってて。で、2番目は自社の利益を非効率に消費してるなと思ってて、ちゃんとその中で投資先を選んでしていれば、もっと利益率も上がっていくだろうにねっていう風な意味合いなんですね。ただ、こういう風な1番とか2番とかを選びたい企業さんなんかいないと思うので、改めてしっかりシステムに投資する理由を3番と4番の意識に持っていっていただきたいなって思ってます。より現場が働きやすい環境を手に入れる。自社に合ったシステムを導入する。今、人が採用なかなかしづらいタイミングで、人一人採用するのに少なくとも300万かかるって言われてて、教育コストが言うと1000万なんですよ。ってなったら、その人たちがなるべく辞めないようにというか、効率的に働けるようにっていう観点で言うと、自社に合ったシステムを導入するっていうのをシステム投資する理由にしてもらいたいなと思ってて、じゃあその先にあるものは4番目で、売上の寄与とか、生産性向上を、利益率の改善だと思うんですよね。なので、武器を手に入れるための投資っていうことで、しっかりこのシステムに対する投資の理由を改めて考えていただきたいなって思ってます。だからこそ、我々フライクっていうのは、業務設計とかシステム設計のプロセスを大切にしてるんですよね。業務フローを正すことがいいことではなく、正すマインドを全社員で持つみたいなところがすごく重要だなって思ってます。いやー、今日の動画はね、喋っくったんでちょっと疲れたんですけど、もう一回お伝えしておくと、業務設計とシステム設計書、概要欄からダウンロードすることができるので、今すぐ使える無料サンプルっていうのをダウンロードしていただけたらなと思ってます。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。本当はね、最後2人にね、まとめてもらおうと思ったけど、グダグダだったんで、全カットでいきます。もう何でも相談に乗りますんで、よろしくお願いします。なんかあれですね、落ちた選挙のポスターに載ってた。受かった選挙してください。本当にね、業務設計、システム設計っていうのは変革するマインドだったりとか、そのしっかり事前準備することによってシステム導入成功率って上がっていくと思いますので、ぜひこの動画を見てくださっている方は、無料サンプルダウンロードしていただいたりとか、ホワイトペーパー概要欄に貼っておきますので、詳細を見ていただけたらなと思います。で、最後に忘れていただきたくないのは、いいねボタンとチャンネル登録です。で、わかりづらかったこととか、ここもうちょっと詳しく教えてほしいみたいなところがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。